こんにちは。今日は靴作りに使う材料、特に副資材の紹介をしたいと思います。靴作り、材料いろいろあるんですけど、主に主となる資材は革ですね。革靴はほとんど全部革でできているので革なんですけど、それ以外の例えば接着剤とか仕上げ剤とか糸とか、その辺のちょっと本体じゃない材料、どんなものを使っているか紹介したいと思います。これはですね、カウンターセメントです。C ボンド、これ実際ね、中ねラックボンドっていう、ほとんど同じなんですけどボンドが入っています。でこっちはメトロテックス、これイギリス製の、カウンターセメントなんですけど、今はちょっと使い分けてまして、こっちがね少し柔らかめな感じがするんですよね。なのでカウンターに使って、こっちはつま先に使ってます。中身もこんな感じで、中身も垂れた。こっちはちょっとなんていうか塊っぽい感じですね。こっちはかなり液体です。こっちがかかとの芯材、こっちはつま先の芯材を固めて接着するためのものですね。これは普通のベビーパウダーです。普通に薬局で売ってるベビーパウダーですね。これは釣り込む前に木型にまぶして、靴が完成した時に木型が抜けやすくするために使ってます。これはスクイー糸ですね。スクイのポリエステル糸、ドイツのタイガーっていうところの糸で、最近これをずっと使ってます。特にチャン引きの松ヤニを塗る必要もないので結構楽だし、どんだけ引っ張っても切れることがなくて、最近はこれですね。でもこれ高いんですよ。この一巻きなんとね8000円ぐらいするというね、驚きの価格ですこれはセクションラッカーといって、革のコバに塗るやつですね。コバといってもソールのコバじゃなくて、アッパーの革のコバに塗って、コバのケバケバを押さえて色をつけるものです。これはね使ったり使わなかったりしますが、これ以外にも色が赤とか青とかあるので、混ぜてその革の色に合わせて使います。最近出し縫いの糸にはこれを使ってます。これは端印のラミースレッドで、こっちはちょっとタグついてないんですけど、バーボアっていう会社のアイリッシュリネン使ってます。これをね2種類混ぜてより合わせて出し縫いの糸を作ってます。いろいろ出し縫いの糸はあるんですけど、質感とか細さとかがそれぞれ違うんで、組み合わせたりその靴に合わせて少しね使い分けたりしてます。はい、この辺がコバインキですね。これはねコロンブスの普通のコバインキなんですけど、他にもこのイギリス製のコバインキ、これ緑っぽいですけどこれ茶色ですを使ったり、その靴に合わせて色合いとか質感がねちょっと違うんですよ。それに合わせて使い分けたりしてますね。ちょっと微妙な色合いを表現したいときはこの辺混ぜて使ってます。仕上げのインクっていうところはすごくねマニアックなんですけど、かなり靴の印象を大きく左右するのでとても大事ですね。これはソールステインです。リペアソールステイン、主に靴底の底面の仕上げに使います。靴底の底面に塗り込んで色をつけたりツヤを出したりする液体ですね。一応色は黒とニュートラルと茶色っていうのがあるんですけど、結構底面の色もかなり靴の中で大面積を占めるんで、ちょっとこれじゃない染料で染めてからナチュラルで仕上げたり混ぜ合わせたりして靴に合わせていろいろ変えてます。これはフノリです。フノリっていう海藻ですね。これはソールステインと同じくソールの仕上げに使います。でほとんど役割はねこのリペアソールステインの無色と同じなんですけど、若干風合いが違うので使いたいなと思った時に使ってます。最近ちょっとあんまり使ってないですね。リペアソールステインを主に使ってるんですが、またフノリも使いたいと思います。これはウッドペースですね。木釘です。これは僕は本底と中底を留めるために使ってるんですけど、この木釘を使う利点としては、若干木釘って水分含むと膨張するらしくて、それによって打ち込んだ後に革と密着して抜きづらくなるというね効果があるみたいです。実験したことはないんですけど、あとはやっぱりね革と木ということで鉄の釘より馴染みやすいというかね、ナチュラルな感じがして、ハンドメイドならではのなんか良さが出るような気がします。靴作りに使う接着剤は主にこの3ダインっていうやつを使ってます。そんなに匂いもなく結構強力なんでいいんですけど、最近ね水性接着剤っていうのも結構出てきてて、それも気になってるところです。使ってみたいですね。やっぱりねこんな感じで危険有害性情報とか書いてあるんで、水性の方が環境的にはいいのかも。
とゆくゆくはね水性も使ってみたいなと思ってます。これは松ヤニです。これがね陽ちゃんといって松ヤニのこう硬いパラパラした結晶ですね。でこれを油とろうと一緒に煮詰めてこんな感じのチャン作ります。チャンこっちもチャンこっちもチャン、ちょっとよくわかんないですけど、これチャンってよく言ってますね。これはさっきのだし糸に塗り込んで糸の強度と防腐性を高める役割がありますね。あと接着性もあるので糸を通して摩擦の力によってもがっちり止まります。でだし糸だけじゃなくて、僕はすくい糸はさっきのタイガー使ってるんでこのチャンは使ってないんですけど、それ以外にもモカ縫いの糸とか浅い糸を使うときは基本このチャンを塗り込んでから使います。これは靴作りに使うローです。でこっちとこっちがちょっと種類が違って、こっちはコバ、ソールのコバに塗り込んで熱で溶かして光沢を出すためのローです。でこっちがさっきのチャンを糸に塗り付けた後に、それだけだとベトベトしすぎて糸同士がくっついちゃって糸がスムーズに通っていかないので、ローを塗り込んで少し滑りを良くするものですね。でこれね、こっちは蜜ろうです。柔らかさが結構違って、これはねかなり柔らかめ、音でわかるんですけど、こっちは硬いですね。でちょっとペタッと音がするんですよね。これこう離れる時にかなり柔らかいんですぐくっつきます。こっちは硬いんで全くくっつかないですね。なので光沢を出す時にはこっちの硬い方が適してますね。これは靴用のコバ用のローですね。釘は何種類か一応使い分けてまして、一番本数使うのはこれですね。釣り込み用の釘で、イタリアの釘で、長さ 25mm でかなり細くてね、釘の頭がすごく小さいんですよね。釣り込みはやっぱり中底にあんまり大きい穴開けたくないので細めの釘で、しかも曲がりやすい方がいいんですね。ということでこの 25mm 細釘使ってまして、でこっちはね 19mm のこれも細釘なんですけどちょっと太めですね、釣り込み釘よりは。僕はこれは中底の固定に使ってます。中底を癖付きするときに使ってますね。あとは結構こっちの方がもちろん釣り込み釘より安いので、仮釣りとか仮靴作るときはこっち使ったりしますね。あとはこれ真剣タックスというやつで、こんな感じの短くて柔らかい釘です。これはヒールを釣り込んでまとめるときに、あとはいろいろ普段のハンドメイドの靴では使わないですけど、ラバーソールやった時とかはちょっとタックスはね要所要所使ったりしてます。それとこれはさっきの釣り込み釘よりもこっちの 19mm 細釘よりももうちょっと太いもので、積み上げをぶち抜いて固定する時に使ってます。やっぱり積み上げ固定するのはちょっと強度が必要なので少し太めの釘を使ってますね。それとこれ真鍮釘ですね。真鍮釘は柔らかいので基本的には飾り釘に使います。トップリフトの固定とかに使って金入りの釘を見せて装飾をするような時に使いますね。ということで靴作りの副資材紹介してみました。その他にはねいっぱいいろいろ細々ともあるんですけど、主に使うのは今紹介したものたちかな。これもねやっぱりやっていくうちにもうちょっとこっちの材料の方がいいなっていうのが結構見つかってくるので、その都度いいなと思う方に変えていってます。ということで本日の革靴の件でした。